はい、皆さんこんばんは、みなんです。はい、ポッドキャストを聞いてくださる方は Stay My Love in 東京へようこそ。今回も YouTube 撮ってるので、動画の方で見てくださる皆さんは動画見ていただいてありがとうございます。私のポッドキャスト Stay My Love in 東京では、東京に暮らす私が恋愛や友情、ファッションやあれこれの好きなこと、哲学、どうでもよさそうでちょっと大事なことを抹茶ラテ片手にお話ししていくポッドキャストです。はい、ということでね、今日はこの前は紅茶だったんだけど、今日は抹茶ラテにしました。それでね、前回に出した動画が結構ここ最近私が出した動画の中ですごくリアクションをいただいていて、すごく嬉しいです。私の考え方だったりとか好きなものとかこれからもシェアしていきたいと思っているので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今回のテーマはめっちゃ忙しい人と付き合ったことある人集合ということで、はい、皆さんすごい忙しい人と付き合ったことはありますか？私はありますだいたい1年ぐらい前までかな、忙しい人と付き合ってたことがあるんだけど、今絶賛忙しい人と忙しい彼氏彼女だったりとかと付き合ってる人だったりとか、忙しい人と付き合ってた経験がある人に向けて、私だったら今こう考えるなとか、あの時こうしてたなみたいなことをね、ちょっといろいろ考えたので、それを話していこうと思います。忙しい人とさ付き合っているとさ、なかなか会えなかったりとかして不安になるよね。めっちゃわかる。今回はちょっとまずは私の経験からちょっと話していこうと思います。私がね、その忙しい人と付き合ってたのは去年1年ぐらい前なんだけど、その出会いで言うとね、もうちょっと前かな、2年ぐらい前かなに出会った人なのね。で、彼と出会ったのは前の職場で出会って、同じ会社とかじゃなくてその仕事場でよく会う人っていう感じだったんだけど、私は前の職場はスタイリストのアシスタントをしていたのね。だからいわゆる芸能業界というか、その人によってはすごく忙しいっていう感じの業界にいたんだけど、で、彼の職種には詳しくは言及しないんだけど、その私がねスタイリストアシスタントとして働いていて、彼も同じような現場にいてみたいな感じで出会ったのね。それで何度かお会いしてて、でその時に、私はねアシスタントだったから、もうアシスタントってほぼほぼ人権がないというかお弁当を食べれない時もあったりとか、それこそ忙しくてとか数が足りなくてとかっていうのがあったりとか、本当にアシスタントってもう馬車馬のように働くっていう感じで、映画のプラダを着た悪魔みたいな、そういうようなイメージを持ってもらったら多分分かりやすいんだけど、そんなアシスタントに気を使ってる場合じゃないというかね、当たり前だけどっていう感じだから、すごくね大変な立場だったんだけど、でもその彼はすごく、周りが見れる人で、私も何度かすごく親切にしてもらったりとかしてて、で結局私はその職場を辞めるっていう風になって、ただその親切にねしてくれてた彼に何も言わずに辞めてしまったから、すごく心残りがあったのね。だから一応連絡先はいただいていたから、その後にお礼のメールだったりをして、転職をして今こういうところで働いてますみたいな感じで連絡をして、でその後ご飯に行く予定が決まって、で何回かご飯に行って付き合ったっていう感じなんだけど、そうなの、そういう感じの出会いから付き合うまでの流れというか、ざっくりねっていう感じなのね。だから
彼自身もね忙しい芸能業界で働いているし、私もそういう経験があって、で転職後はだいたい定時で帰れるような仕事で、残業があったとしても1時間とかさ、そういう感じだから19時とかには帰れるっていう感じの業界に転職はしたんだけど、でも忙しかった経験があるから、彼が忙しくても理解ができるというか、自分も同じ業界にいたからこそ理解できる面っていうのがあるっていうふうに思ってたのね。ただ人間っていうのはね、すぐ慣れてしまうものでね、彼と付き合い始めてから彼自身の仕事がすごく忙しくなったっていうのもあるし、私がその定時で帰れるような仕事に慣れてしまったっていうのもあって、それでね、だいたい週に1回ぐらいで空いてたものが、2週間に1回とか月に1回で、月に1回空いたらいいみたいな感じになってしまったのね。それでやっぱりさ、彼はすごく忙しいから、本当になかなか会えなくなっちゃったので、LINE だったりとかもやっぱり、普通の仕事もそうだけど、そういう芸能業界だったりとか、あとはその現場で活躍するようなお仕事の方とかはさ、仕事中にそういう LINE を見れなかったりとか、あとはその仕事用のねスマホの方を主に使っていて、プライベートの方をあまり使えないとかさ、そういうのがあるわけじゃん。だから本当に連絡もなかなか取れなくなってしまったし、会えなくなるのはもちろんそうで、例えば今日は早く終わるかもっていうふうに連絡が来て、で、21時ぐらいには会えるかもって言われてたんだけど、結局22時23時っていう風に時間が過ぎていって、やっぱ長引いたから今日無理だわみたいな感じで言われて、こっちはさちゃんとメイクしたままで待ってんのに会えないみたいなね、そういうことがあったりとかして、仕方ないのは分かってるんだけど、どうしてもそういう風にね、なんでって思っちゃったりとか、返信来なくて追いラインしちゃったりとかっていうのが増えちゃったのね。で結局いろいろな原因が多分あるけど、そういう忙しさとか、彼にそういう恋愛のことを考える余裕がないっていうふうに言われたりとか、いろいろなね理由が重なって1年ぐらい前にお別れをしたっていう風な感じなのね。だからその別れたてってさ、いろいろスパンと別れられる人もいれば、ちょっと後悔だったりとか別れたくないっていう気持ちがある人いろいろいると思うんだけど、私は本当にもうショックでしばらくはショックで、なるべくね別れたくなかったんだけど、だから時間が今1年ぐらい経っていろいろあの時にこうできたなとか、今だったらこうするなみたいなことがあるから、そこをねお話ししていくんだけど、なんかそういう忙しさとかはさ、いろいろね彼が悪いわけじゃないじゃん。なりたい職種になって頑張ってるっていうのもあるから、そういう忙しい女性だったり男性だったりとかねがあるから、そういう仕事の忙しさはもちろん受け入れてあげるっていうのはもちろんだし、あとねすごく大事なのが、相手のことを心配しすぎないっていうことがすごく大事だなって今すごい思ってるのね。これが一番かな。なんかその付き合ってた当時はすごく夜遅くまでお仕事だったり、朝早くからお仕事してるその彼のことをもうすごく心配になっちゃって、なんか急に倒れたらどうしようとかさ、
なんか体調悪いみたいなことも連絡たまに来てたりしてたから、なんかすごい心配になっちゃって、私自身が彼のことを。だからなんかその LINE する内容とかがさ、なんか大丈夫とか無理しないでみたいな感じで、多分すごく過度に心配をしていたと思うのね、今思い返してみると。でもあんまり相手を心配しすぎると、すごく疲れてる側からしたらさ、ちょっともううざったく感じちゃったりとかすると思うんだよね。だからまず第一に思うのは、相手のことを心配しすぎない。で、相手が多分男の人の場合は余計に多分そうだと思う。女の子相手だったら、例えば付き合ってるのが女の子でみたいな、彼女がいてっていう人はまたねちょっと違ってくるかもしれないけど、彼氏がいる場合、男の人と付き合ってる場合は、相手のこと、男の人の場合は本当に過度に心配しすぎないっていうのはすごく大事なポイントだと思う。背中を押すっていうかね、頑張っていきなよみたいな感じで、こっちがこうさらっとね、サバサバいるっていうのはすごく大事だなっていうふうに思う。でも本当にやっぱ相手のことを責めてないつもりでいても、何気ない言葉とかでその忙しさを責めてしまうことってあると思うのね。だから本当にその彼の忙しさを責めないであげてほしいなっていうのは、過去の自分に言いたいなって思う。本当になんか、希少な動物に会えたらラッキーぐらいの気持ちというか、青い鳥に会えたらラッキーぐらいの、そういう心持ちでいると、会えないのがデフォだからさ。だから別に会えたら嬉しいけど、会えないのが普通っていう風に思わないと、多分しんどくなるよね。あとは、私はすごく多趣味で、本読んだりするのも好きだし、推しもいるし、で、こうやってね、動画作りも全然それより前からやってるんだけど、なんかもっとね、そういう自分の趣味だったりとか、自分の好きなことに没頭してほしいなっていうのは、過去の自分に伝えたいことかな。なんかこう、彼と付き合う前までは、もっとね、そういう趣味に没頭したりとか、それこそ私は推しのライブに行ったりとかも、もちろん彼と付き合ってる時もしてたんだけど、でも、なんだろうな。やっぱり彼氏の方が中心になっちゃって、それがこう、私の生活の中のもう大半を占めてしまってたのね、彼の存在っていうのが。だから私はもっといろいろなものが好きなのに、そういう自分の人生を楽しんでなかったなってすごく思って。だからもっとこう趣味があるんだったら、それを楽しんでって思う、今なら。なんか楽しんでるつもりで全然楽しめてなかったというか、もっともっと自分の人生に集中してよかったのになってすごく思ってて、彼と付き合ってた時間も長くはなかったけど、でも短くもなかったから、そういう時間を本当に大切にして、忙しい人と付き合ってる人ってなおさら本当にその人中心になっちゃいけないって思うのね。好きでいることと、その彼だったり彼女だったりとかが人生の中心になることってまた別だと思ってるから、だからその相手だけを中心にせずに自分の人生に集中することっていうのをすごく大事にしてほしいなっていうのは、すごく過去の自分に対して思うことかな。もちろんね、私だけが悪いわけじゃないのよ。彼自身にも悪い点はあったし、私にもあったし。だからもっとこうしてたらうまくいってたっていうのは、それはわかんないじゃん。
私にも悪い点あったし、彼にも悪いことがあったから、もし自分がこうしてたからといってさ、今も彼と付き合ってるとは限らないし、今別に復縁とかしたいわけじゃないからさ、だからこういう風に喋れてるんだけど、あとはね、人の気持ちっていうのは 100% わからないじゃない。だけど想像できることはできるんだよね。だから相手の気持ち、彼の気持ちをもっと想像してあげればよかったなっていうのは今すごく思う。彼だったらどんな言葉が欲しいかなとか、どういう風に接して欲しいかな、もしかしたら放っておいてほしいかもしれないなっていう風に想像すること。彼が望む私の態度はどうかなとか、今だったら彼の場合はこういう風に接した方がいいなとかっていうのを想像することっていうのがすごく大事かなって思う。私はね、その彼に言われて嫌だったことがあって、あなたの考えてることはわかるよっていう風に言われたの。それがすっごい嫌だったのね。すごくその言葉が嫌で、君の考えてることはわかるよって言われたんだけど、なんかこの言葉ってさ、例えば、5年ぐらい付き合ってますとか、3年5年付き合ってますみたいなぐらいの長い期間付き合ったカップルが、お互いに言うんだったらまだわかるんだけど、そんなね、付き合って何ヶ月半年とかっていうカップルがさ、あんまり相手に対して言う言葉じゃないと思うのね。しかもましてやその断定で君の考えてることは分かるよっていう風に言われたのが私すごく嫌だったの。そう、相手のことを想像はできるけど、本当に考えてることって分からないじゃない。私その彼にそういう風に言われて、でミナンはこういう風に思ってるんでしょって言われたけど、全然違うかったのね、その私が考えてることと。だから相手の気持ちは 100% わからないし決めつけちゃいけないけど、ただ想像はしなきゃいけないなっていうふうに思ってるの。だから、やっぱりね、なかなか会えないとかさ、連絡が来ないとか、すごく不安な気持ちになっちゃうし、例えばある程度ね、大人だから切り替えられるけど、仕事中の休憩中だったりとかさ、なんだろうな、移動中とかさ、何かをやるにしても、会いたいなとか寂しいなとか心配だなとかっていう気持ちに襲われてしまうかもしれないけど、でも一旦冷静に考えてごらん。本当に彼中心になっちゃいけないっていう風にすごく思う。冷静に考えられないかもしれないけど、一旦呼吸して落ち着いて、大丈夫。本当に大丈夫。あなたが楽しくしていたら、彼も安心するからって私は思います。やっぱりね、マイナスな、スピリチュアルじゃないけどさ、全然マイナスな感情を持ってると、それに飲み込まれてしまうっていうのは絶対にあるし、そう、なんだろうな、やっぱ相手に申し訳ないって思わせちゃいけないと思ってるのね、恋愛って特に。やっぱり会えなくてごめんねとかさ、そういう風に思ってるかもしれないじゃん、忙しい彼氏彼女って。だから会えなくてごめんって、思うかもしれないけど、なるべくそう思わせないように自分はいなきゃいけないっていう風に思うのね、その忙しい人と付き合うにあたって。だから本当に落ち着いて自分の人生に集中してほしいなっていうのは、過去の自分に対しても今同じような状況の人に対してもすごく思います。そうだからね、まず一番はね、特に男の人に対して
心配しすぎないこと、彼氏が忙しい場合は彼氏のことを心配しすぎないこと、これを本当に心に刻んでほしいなって私の経験からは思います。ということでね、めっちゃ忙しい人と付き合ったことある人集合ということで今回話していきましたけど、いかがでしたでしょうか。いろいろね、みんないろんな経験があったりとかさ、今絶賛片思い中ですとか恋人がいますっていう人いると思うんだけど、そういう方のね相談だったりとかも今後乗っていけたら嬉しいなって思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価とお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。